ンムーンです。ご視聴くださりありがとうございます。今回ご紹介させていただくのはこちら、保冷タイプのペットボトルケースの作り方のご案内です。暑くなってくるとペットボトルを持ち歩く際に保冷タイプのペットボトルケースがあると便利ですよね。今回は保冷アルミシートを間に挟んだペットボトルケースです。持ち手付きなのでカバンなどにつけることもできて便利だと思います。ぜひ作ってみてくださいね。高評価、チャンネル登録していただけると嬉しいです。よろしくお願いします。それではペットボトルケースの材料を紹介します。まずこちらアルミシートですね。縦 20.5 センチ、横28センチ用意します。そしてペットボトルケースの口布にはこちらの生地を使用します。口布は縦8センチ、横30センチ用意します。そして本体は今回このような3つの生地で布合わせします。一番上の部分が縦10センチ、横28センチ、そしてこの間のところに縦4センチ、横28センチ、そして底の部分に縦 10.5 センチ、横28センチの布を用意します。もしも1枚だけの布で本体部分も使用したい場合は縦 20.5 センチ、横28センチで用意してください。そして今回内布にはこちらのリネンを中に使用します。内布は縦 20.5 センチ、横28センチ用意します。そしてペットボトルケースの口の部分を閉じる紐ですね。こちらのワックスコードを使用します。ワックスコードは48センチ用意してください。もしワックスコードがなければ他の紐などでも大丈夫です。こんな紐でも大丈夫です。そして紐の部分を閉じるときにもしあればこういったループエンドですね。ループエンドかこんなウッドビーズなどを飾りに使うのもいいと思います。そして今回のペットボトルケースは持ち手付きにしますので、こちらこのような革の持ち手をご用意ください。D カンがついていますね。そして持ち手付きの場合はこういったリネンのリボンなどをご用意してください。もし持ち手付きのペットボトルケースにしない場合はこの持ち手もリボンもいりません。それではアルミシートの型を取っていきます。縦 20.5 センチ、横28センチで型を書いてください。今回はすべて縫い代込みです。型が取れましたら裁ちばさみで裁断していきます。こんな感じですね。それでは口布の型を取っていきます。縦8センチ、横30センチで型を取ってください。口布もすべて今回縫い代込みです。型が取れましたら裁ちばさみで裁断してください。こんな感じですね。それでは内布の裁断をしていきます。縦 20.5 センチ、横28センチで裁断してください。内布もすべて縫い代込みです。型が取れましたら裁断します。内布が裁断できました。続きましてペットボトルケースの本体部分、外側ですね。そちらの上の部分を型を取って裁断していきます。縦10センチ、横28センチで型を取ってください。型が取れましたら裁断します。こんな感じですね。続きまして本体の中央のラインですね。こちらのネイビードットの生地ですね。こちらを縦4センチ、横28センチで型を取って裁断していきます。こんな感じですね。それではペットボトルケースの本体の底の部分の生地を裁断していきます。今回はデニムのパッチ風なデザインの生地を使用します。縦
10.5 センチ、横28センチで型を取って裁断してください。型が取れましたら裁断してください。こんな感じですね。それでは本体部分がこのように裁断できましたので、こちらを縫い代1センチで縫い合わせていきます。まずこちら、どちらも外、こちらが表面なんですけれども、このように中表に合わせていただいて待ち針で留めていきます。こんな感じですね。そうしましたら、こちら本体の上の部分と真ん中の部分を縫い代1センチのところを縫い合わせていきます。はじめは返し縫いでスタートしてください。終わりも返し縫いしてください。こんな感じですね。続きまして、このように縫い合わせることができましたら、底の部分も縫い合わせていきます。このように中表に合わせていただいて待ち針で留めておきます。こんな感じですね。そうしましたら、こちら縫い代1センチで縫い合わせていきます。はじめは返し縫いでスタートしてください。終わりも返し縫いしてください。こんな感じで3枚が縫い合わせることができました。こちら縫い合わせた縫い代をきれいにアイロンで整えて割っておきます。こんな感じですね。続きまして、アルミシート本体部分、内布を筒に縫っていきます。このように中表に折っていただいて、このように縫っていきます。まず待ち針で留めておきます。こんな感じですね。本体もこのように中表に折りまして、こちら合わせるように待ち針で留めていきます。内布も同様に中表に折って待ち針で留めていきます。こんな感じです。先ほどこのように待ち針で留めたアルミシートの縦から底に向け、このように L にですね、縫い代1センチで縫っていきます。スタートは返し縫いで始めてください。最後の返し縫いで終わってください。続いて本体部分も同様に縦のところ、黒口のところですね、こちらからこのように底部分まで L に縫っていきます。終わりは返し縫いしてください。こんな感じですね。続きまして、こちら内布の方はここにだいたい6センチぐらいの返し口を開けて縫ってください。だいたい5、6センチ開けてください。そして底の部分も同様に縫っていきます。こんな感じです。このようにアルミシート本体部分、内布が縫えましたら、底のマチを作っていきます。まずこちらこのように開いていただいて、このように開きます。そしてこちらマチは5センチのところ、中央から 2.5 のところに線を引いておきます。そして反対の方も同じように開きます。こんな感じですね。そして同様にマチ5センチ、この中央のところから 2.5 のところに線を引いて待ち針で留めておきます。こんな感じですね。そして本体部分の底も同様に5センチずつマチを取っていきます。5センチのところにこのように線を引いておきます。こんな感じですね。そして内布も同様に5センチのマチを底に作ります。こんな感じですね。そうしましたら、こちらマチの部分をミシンで縫っていきます。ではマチを縫っていきます。先ほど印をつけたこちら5センチのマチのところを縫っていきます。スタートと終わりは返し縫いをしてください。
そしてこちらの中央のところの縫い目のところも返し縫いをしておいてください。そして丈夫にするためにこちらの縫い代のところから外側5ミリぐらいのところのこの中央のところにもこのようにステッチこのように入れておきます。こんな感じで縫い目のところに入れておきます。同様に反対側のまち5センチも縫っておきます。こんな感じですね。本体のまちも縫っていきます。こんな感じですね。こちらもまち5センチ縫いました。そして内布も同様にまち5センチのところを縫います。こんな感じです。まちが縫い終わりましたらこちらの余分なところはカットしておきます。だいたいこちらのまちのところから1センチのところをこのようにカットしておきます。こんな感じですね。続きましてこちら口布ですね。口布のこちらが表面です。裏面をこのように置いていただいて端から2センチのところ、そして上から1センチのところとこの2センチのところに印をつけます。この端から2センチで上から1センチ、こちらに印をつけます。そしてこちらもここから2センチのところ、この先ほどの印つけたところから下に2センチのところ、こちらに印つけます。そして分かりやすくするためにこのようにこの2センチ開けたところ以外に線を引いておきます。反対も同様に端から2センチのところの上の感じですね。そして端から2センチのところ、今1センチで点つけたところの下2センチのところ、このように印をつけておきます。印がつけましたら中表に折っていただいて先ほど印つけたところこのように待ち針で留めておきます。そしてこの線を描いた部分、こちらは線描いていないところは縫わずにこの線描いたところをミシン掛けします。それでは口布のこちら縫っていきます。こちら開けていただいてこちらからスタートします。こんな感じですね。続いてこちらのように縫い終わりましたら縫い代の部分をこのように割っていただいて1センチ1センチで折りましてアイロン掛けしておきます。反対の方も1センチ1センチでこんな感じで三つ折りしていただいてアイロンをかけておきます。こんな感じですね。それでは縫い代のアイロンがけが終わりましたらこちらの端のところ縫い代の押さえステッチをしていきます。ロックミシンをお持ちの方でしたらこのようなやり方ではなくもうこの1センチのところでロックミシンかけてくださったら大丈夫です。今回はロックミシンを使わないタイプでこのようなやり方をしています。ちょっと縫いにくいんですけれどもこのように返していただいてこのような筒の状態になるんですけども開きながら縫っていきます。こんな感じになりますね。反対の方も縫い代のところ押さえステッチしていきます。こんな感じです。口布の縫い代の押さえステッチが終わりましたらこちらこんな感じでこれ紐を通す口なんですけれどもこのようにこちら中表に置いていただいてそしてこちらの紐通し口が相手の方こちらが上なんですけどもこちらから縫い代1センチそして2センチでアイロンがけしていきます。輪っかなので1センチの折り目を先に折っていきます。1センチ折れましたら続いて2センチ折っていきます。こんな感じで1センチ2センチの三つ折りができました。そしてこのようにこちら
紐通し口がこのように開いている状態です。こちら口布の紐通し口のところ、これが三つ折りができましたら、一旦このように返していただいて、だいたいこの端から 2,3 ミリのところを縫っていきます。こんな感じですね。こちらで口布ができました。開いています。続きまして、こちら本体部分に持ち手をつける時の D カンを取り付けていきます。まずこのような持ち手のところから D カンを外していただいて、リネンのリボンなど、こちらはだいたい1センチぐらいの幅のものですね。そちらのリボンを4センチにカットしてください。そして通しておきます。D カンにこんな感じで通します。そして本体を一度表に返していただいて、こちら縫い代の部分を割って、そしてこの縫い目のところですね、そちらにこの D カンをこのような感じで待ち針で留めてください。そして反対側、こちら中央の部分折って印をつけていただいて、そちらに同様にこの D カンを待ち針で留めます。こんな感じですね。D カンを待ち針で留めましたら、こちら端から 5mm のところを縫っておきます。一旦このように裏返していただいて、でこちら縫っておきます。こんな感じですね。それでは口布、そして本体部分、そして内布、アルミシートがこのようにできました。そしてこの4つをそれぞれ一緒に縫い合わせていきます。まず本体をこのように中表の状態にしまして、その中に口布を合わせます。中表に合わせてください。待ち針で留めていきます。こんな感じに中に入りました。口布はこちらが裏面で中表です。こちら間違えないように気をつけてくださいね。そして本体の部分に内布を入れていきます。この時こちらも裏返していただいて、そして本体の中に入れていきます。そして縫い代の部分はこのように割って待ち針で留めていきます。こんな感じですね。本体口布、内布がこのように合わせることができました。続きましてこちらこのままアルミシートの中に本体中に入れます。そしてまた待ち針で留めていきます。こんな感じで本体内布、口布、アルミシートを合わせることができました。そうしましたらこちら口の部分縫い代1センチで1周縫っていきます。それではペットボトルケースのこの口の部分ですね、縫い代1センチで縫っていきます。G カンの部分のところは返し縫いをして強くしておいてください。こんな感じですね。口の部分が縫い終わりましたら返し口から返していきます。内布をこのように出していただいて、こちらの返し口から中身を出していきます。この本体口布アルミシートの部分ですね、こうやって押していったら出てきますので、こんな感じです。そうしましたらこちらの内布の返し口のところをまつっていきます。この時このようにいただいて、そしてこの返し口のところを待ち針で留めておきます。返し口は手縫いでまつっていきます。こんな感じですね。
それでは内布の返し口を忘れましたら中に入れておきます。そしてこちら紐を通しておきます。今回はワックスコードを使用します。48センチ紐はご用意ください。そして紐通しでこちらの紐通し口から進めて入れていきます。紐が通り終わりましたら、今回はループエンドを使用します。このようにこの青色のループエンドでこちらの穴が小さい方、こっちの方が大きい穴になってまして、小さい穴の方からこの紐を通します。端は結んでいただいて、こんな感じですね。それでこんな感じで、そしてループエンドはこちらのようにこの口のところをこのように留めておくことができます。なければなしでもちろん大丈夫ですので、もしあればこういったものも使うと便利です。ペットボトルケースが完成しました。こんな感じです。持ち手も取り外すことができますので、お好みの場所に取り付けてお使いくださいね。ぜひ作ってみてくださいね。最後までご視聴くださりありがとうございました。